クラブヘッドがインサイドアウトに動く。このために最も大切なポイント、切り返した瞬間のヘッドのエネルギー方向です。エネルギー方向といっても言葉で聞くと難しい感じがするので、今回はこの上のカメラで分かりやすく解説していきたいと思います。まず水平で考えます。トップからダウンスイングに入った時に体の回転でヘッドに遠心力をかけます。円運動、こうではなくこういう感じ。ヘッドがインサイドからアウトサイド、言い方を変えると後ろ打席方向から前打席方向に体の回転でエネルギーを出します。ここでもし力を抜くとヘッドが前打席方向に飛んでいくような感じ。体の回転でヘッドにインサイドアウト方向の力が発生したら、左のグリップ、左サイドを後ろに引っ張ります。回転の遠心力に対してインパクト直前に求心力を発生する。遠心力できて求心力が発生する。これは紐に重りをつけてくるくる回した時のように、遠心力に対して求心力、引っ張る力がかかればかかるほどスピードが出てきますが、そもそも引っ張る前に遠心力が発生しないと始まりません。この遠心力の始まり、これがスイングにおける切り返しであり、切り返した瞬間にヘッドがどっち方向に力が発生しているのか、これが正しければインサイドアウトの気持ちのいいドローボール打てるようになります。それではスイングに当てはめて話していきます。体の回転でこちら方向、ボールは下にあるんですが、ちょっと無視して少し高いところに回転でスピードを出していきます。遠心力。間違った動きはこう、もしくはこうではなくこう。するとヘッド自体がインサイドアウトに動くというエネルギーを持ったので、このエネルギーに逆らうことなく左サイドを自分の方に引っ張ってくる。インサイドアウトに対して引きつける。すると簡単にインサイドからドローボール打ててきます。自分の感覚としてはインパクト、フォローにかけて左サイドを引っ張っているんですが、ヘッドはインサイドアウトのエネルギーを持っているので、体は左、ヘッドは右。こういう関係性で球を打つことができるようになります。大切なポイントは、切り返した時にヘッドがどちら方向にエネルギーを持つのか。一度間違った方向にヘッドが動き始めると、これは収集がつきません。例えば、トップからグリップを引き下げると、ヘッドは前に回ろうとします。こういう力が発生します。アマチュアの多くの方がトップからヘッドが起きてくる感じ。こうなる方多いと思いますが、地面にある球に対してヘッドをぶつけようと思うと、手を下に引き下げたくなるので、結果的にこういうエネルギー。引きつけてクラブが起きてきて、このまま打つと引っかかるので、突っ込みながら逃がす。やってみます。前から回ってきて逃がす。振り抜くと引っかかるので、なんとなくぐちゃぐちゃっていう感じになっている。ヘッドはインサイドから入ってこないので、ドローボールを打つのに苦労します。引く。このぐらいの角度の方向。球とは違う方向にちょっと放り出す感じです。ここではありません。これは手を引きつけなきゃいけないので、見ていただくとわかりますが、ヘッドがちょっと前回りしてます。ここ。後ろから前。こういうエネルギー。切り返してしっかり正しい方向に出していただくと、ヘッドが強くインサイドから入ってきて、そしてダウンスイングでこう起き上がることなく、右からドローボール打てるようになってくると思います。これまで切り返した瞬間の
ヘッドのエネルギー方向というのを考えたことがない方は、ちょっと意識して、後ろから前にエネルギーを出そうと思ってみてください。こうするだけで、手の力を抜くと、ヘッドは勝手にインサイドからアタックしてきます。それでは、この練習をするにあたって、注意すべきポイントを2つお話します。まず1つは、いつも言ってますが、前腕の力を抜く。グリッププレッシャーを落とすと言ってもいいですが、手をしっかり握ると、腕の海内海外、この動きができなくなります。すると、滑らかにヘッドスピードが出てきたとしても、左サイドにグリップを引きつけるときに、クラブが起きてきてしまいます。握らない場合は、ここから引きつけてもクラブは自然に降りてきます。しかし、しっかり握ってしまうと、ここから引きつけたときに、腕の回転に合わせて、クラブが起きてくる。要は、しなやかな前腕の動きができないので、これ力抜いていると、こう入ります。力を入れると、こうなります。そして二つ目、アドレスの時点でクラブをちょっと被せて持ってください。これ、僕のレッスンでいつも話していると思いますが、もともとクラブが前回り、上にクラブが回っている方は、被ってきているのに何か調整してまっすぐ飛ばしているはずです。アウトサイドから被ってきてまっすぐ飛んでいる方は、スイングプレーンに沿ってインサイドからヘッドが入ってくると、間違いなく右へ飛びます。なので、アドレスの時にクラブをこう被せて、ちょっと左に向けて構えていただくと、体の回転でインサイドからヘッドが入ってきても、インサイドアウトのドローボールが打てるようになるので、アドレスの時点でフェースまっすぐ構えたい気持ちはわかりますが、まずは練習の時、これでやってみてください。体の遠心力で放り出してくる。放り出してくる。これを放り出さないで、遠心力がかかってきて、このあたり、ヘッドが向こうに行きそうな時に、求心力を出す。遠心力、求心力。このイメージをちょっと前傾して、左サイドに引っ張ってもらうと、このように右に飛び出してドローボール、ちゃんと打てるようになってきます。ご自身でスイングを撮影して切り返したときに、クラブが前から回ってくる方、頑張って後ろに倒したい、起こしたくないと練習すること多いと思いますが、形から修正するのではなく、ヘッドのエネルギーがどちらに向かっているのか、正しい方向に動かそうとする、クラブの重さを感じる、シャフトのしなりを感じるというのは自分勝手に振るのではなく、こういった自然に発生するエネルギーを感じるということだと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。そしてここからちょっと雑談ですが、日本プロゴルフツアーの第2戦、前沢杯という大きなトーナメントで小西貴則プロが初優勝しました。昨年のオフから今年の春先には優勝する、これを目標に頑張ってきました。これもチャコル TV をいつも応援してくださっている視聴者の皆さんのおかげだと思います。そしてこれからも長く強く活躍できるように頑張っていきたいと思います。さあ、ラゴの TV 集まるよ。明日をごべてませとけ。何年代と気にしない。なな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 と外が軽いぞ。そうさ、この子は人生出すこまい。何それラララ。奇跡の一なはまだ来ない。さあさあ、最後の TV 始まるよ。届けもした飛びした速乾。ララ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 。トイザンダルで処置しない。そうさ、僕は人生出すこまんやつえラララ。奇跡を生きたらまだ来ない。サントリーに走らるな。サクセスのしびれのせい。今日は今深場。いらのけはなく人をそうさ。僕は人生がスポー夏とれだまだ先の道だ。まだ来ない他人がシャドレ TV に始まるよ。